おどすこちこんばんポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、ディフェンスセンス分析やっていきたいなと思います。いやー、ついにこの時が来てしまいましたスキルもですね、やっていこうかなと思っていたんですが、この前ですね、試合をやった時にこんな表示が出てきたんですよ。守備意識のパラメーターの効果。守備意識が低い選手は体力ゲージが減った場合、守備時に適切なポジションを取ることができなくなります。選手の体力減少は試合中の体力ゲージ減ブラヌあるんですけど、これ知ってたみんな。守備意識がポジショニングに関係してんのみたいな。ディフェンスセンスの説明を見ると、守備時のボールへの反応が速くなるみたいなこと書いてあるんですよね。とするとですよ、ディフェンスセンス自体はそもそもポジショニング関係ないとか、その辺も見えてきたりとか、もしくはどっちも関係ないって可能性もありえますよね。守備意識が高かろうが低かろうが、ディフェンスセンスが高かろうが低かろうが、取ろうとしてるポジショニング自体は変わらないんだけど、守備意識が低いと体力ゲージが減った時にそのポジションを取れなくなるよみたいな説明にも見えますよね。ということでですね、気になっちゃったんでこれやってみようという形でですね、今回やってきました。ただ前もって言っておきます。今回の分析全てが水の泡になる可能性もあります。これは今までの分析をやってきた直感がそう言っておりますディフェンス系数値は本当にわかんないので断言するようなことは難しいかもしれないんですが、興味がある方は見ていってください。そして今回使っていくのはビッグタイム富安さんです。もう最適な男でしょう今回の研修最適な男でしょ。どうやっていくかというとですね、この富安さんですね、ディフェンスに全振りをするとですね、ディフェンスセンス98、他が99となるんですね。で、ディフェンスセンスも98なんですけど、チームスタイルレベルが100になっていれば、実質99になっていると。ここの違いをですね、ちょっと見ていきたいなと思います。ちょっと説明もね、いつも長くなってしまいますので、見ながらやっていきましょうか。ハーフラインぐらいからですね、ボールを取って、そのまんまビルドアップをしていった時に、中の冨安さんの動きを見ていきます。もちろんチームスタイルレベルは100、調子は普通で固定をしていますよという感じですね。で、冨安さんは分かりやすいように一応キャプテンマークをつけておりますよという感じですね。で、最初は77からやっていって、最後98までね、数値的にはやっていきます。いやーほんと、こういうチャンネルやっちゃってるんで宿命なんですけど、鬼時間かかったよねもうバリ時間かかったね、今回は。久しぶりにこれやりましたね。最近こうスキルばっかやってたからね、余計だよね。いやー、時間かかった。本当に。検証のこの動画出ただけで数時間いってましたから、僕は検証で使う部分以外は基本的に動画切るんですね。一旦収録を録画切るようにしてるんですけど、それで数時間いってたんで、いや、実際何時間かかったんだっていうね、気はしてますけども、数日間かけながらやってきました。はい。で、できるだけですね、スローインか、もしくは中盤でですね、ボールを取ったタイミングから始めている形ですかね。こういうの難しいんですけど、本当に全く同じシチュエーションってすごく難しいので、ちょっとした違いっていうのは出てきちゃうんですけどね。はい、という形でですね、やっていきました。皆さん今パッと見た感じどうですか？ 77 の時の冨安さんと98の時の冨安さん、どうすか？わかりますか違い。ここで、ポテトクイズということで、今から流れるシーンでですね、どちらがディフェンスセンス高いのか、皆さん当ててみてください。できるだけ同じシチュエーションを持ってきましたので、見比べてですね、こっちの方が高いんじゃないかっていうね、ちょっと予想してみてください。
正解はこちら。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 こう見ると余計むずいね。ということで何問かね、クイズになってみてみましたけど、皆さんどうですか？全問正解いますかね？いたらコメントで教えてください。ちょっとですね、リアルにこう比べていくとですね、正直ね、マジでそんなに変わんなかったなっていうのが印象でしたね。なんかね、イーフトのこの仕様の話にもなっちゃうんですけど、こうディフェンスがですね、裏手に行くときに、これ敵フォワードはですね、ムバッペなんですけど、裏を狙っているときに、ムバッペがですね、裏抜けすぎちゃうときは一瞬止まるんですね。動き直しが入るんですよ。で、その動き直しの時にディフェンダーも一緒にねついていこうとして一旦止まるんですよ、足が。この仕様がちょっとあって、でね、置き去りにされてる時があるんですよね。いや、その動きいらなくねって思っちゃうんですけど、いや、後ろもう完全に裏つかれてるやんこれっていうね、ラインブレイクされてるやん状況が正直あって、でこれがですね、ディフェンスセンス上がってもねあったので、これはもう仕様上しょうがないというか、もうそういう仕様になっているんだなということが分かりましたね。で、ここのところなんですけど、その動き直しの時にディフェンスセンスがこれ96の時かな、96の時はついていけてる感というかね、このムバッペの動きにちゃんとついて足は動いてる気はしますかね。ただ結局スピードが遅いんでムバッペに抜かれてるとかぶち抜かれてる感じはするんですけど、84の時はですね、これが同じシチュエーションの時にはね、これがね、もうついていけてない感じはしたんですよね。この気持ちの問題かもしんないんですけど、もう完全にね置いてかれてる感はあったので、微妙にこういう反応速度的なところっていうんですかね、反復横跳びみたいなこの反射神経が若干劣ってるのかなみたいな気はしましたけど、でもほんと若干なので、84と96でこの差かって思ってしまうとですね、いや、こう見るとね、そんな差感じない気がするんですよね。ということで、結論というか考察、ディフェンスセンスは守備時の反応速度に関与しているが、ポジショニングには関与してない気がする。さらに言えば守備意識もポジショニングにはそんなに関与してない気がするとします。いずれにしてもですね、数値が上がっていったところでポジショニングが良くなったかと言われるとね、正直微妙な気はしてしまいましたね。少なくとも80以上とかに関してはそんなに差を感じられなかったかなという気はしていますね。なのでそうするとどういうことかっていうと、最初冒頭にちょっと言ったんですけど、もしかするとですね、ポジショニングとか取ろうとしてる、やろうとしてることっていうのは、プレイスタイルの時にも言ってるんですけど、やろうとしてること自体は数値関係なくて一緒で、その上でディフェンスセンスが高いとボールへの反応とか動きへの反応っていうのが良くなって、守備意識が高いとスタミナがなくなっても適切なポジショニングを取ろうとするみたいなところになってくんのかなと思います。以前の検証でスタミナがゼロになってもですね、操作している守備時のダッシュに関してはスピードが変わらないということが分かっておりますので、そうなのって思った方ですね、概要欄から見ていただければなと思うんですけど、なので守備意識自体が高ければですね、スタミナがゼロになってもやれるということが分かったかなと思います。もちろんね、フィジカルとかそういった面も、パスとかそういった面はありますので、変えるに越したことはないとは思いますが、最悪ねスタミナなくてもやれるということが分かったかなと思います。いやー、というかね、何があれって、その振り直し来るまでですね、もう冨安さん使えないという
ところなんですよね。いやー、なかなかロマンを見たかったんですけどね、そこまで感じられませんでした。おとなしくベニシウスと一緒にですね、振り直しを待ちたいなと思います。はい、ということで、ちょっとね、これは皆さんの意見すごく聞きたいかな。ちょっと皆さんの意見とかね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。このデータからいくとですね、ウパメカノとかディフェンスセンスが低いプレイヤーっていうんですかね、に関してはポジショニング別に悪いわけじゃないかもしれないというね、可能性も出てきましたね。ただ反応速度が若干遅いよぐらい、そんな可能性は出てきましたね。ちょっとね、ウパメカノまでやろうかなと思ったんですけど、ちょっとさすがにね、体力の限界だったのでここまでとさせてください。もちろん今回は限定的なシチュエーションの検証ではあるので、今回のシチュエーションではたまたま変わらなかっただけという可能性はありまきねん。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますかね。皆さんのご意見ご感想クレーム等々ですね、お気軽にコメントでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内に1万人を目指しておりますので、どうかこの動画が良かったら高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。次回はですね13日になるかなと思いますので、またよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。